の激新生ムネムネ団に勝てるとお思いかしら。おいリンリン、その他大勢って言われたぞ。許せないのだ。あなたたちなんかその他大勢で十分ですわ。ムネムネ団三大将軍の皆さん、やーっておしまい。行くぜでーい。ごめんなさいてやー。おっぱいバイバイになるのにゃー。バイバイになるのにゃー。なるのにゃー。にゃー。うふー。どうした明け課長。いえ、あの人たちの目的、個人的にはちょっと共感が。何？世の中、胸の大きな女性を好む男ばかりではない。そう気にすることはないだろう。だな、課長仮面の言う通りだよ。これはこれで肩が凝ったり武芸の邪魔になったり面倒事も多いしな。皆さんに言われてもなんだか説得力が。来た。その話は後回しだ。まずはこやつらを懲らしめることから始めるぞ、課長仮面。心得た。今日も世はこともなしだな。おや、主か、どうなされた？我が正義は応援の言葉を拒みはいたしませぬ。よければ主も上がってきてはいかがか。空が近く見えますぞ。それに良き風も吹いている。特にこの辺りは風の通りも良い。秘密です。かたじけない。戦いの後の一杯はまた格別ですな。まったく、我々ごと警備に取り込むとは、よもやあのような計略にはまるとは思いませんでしたぞ。別に恨んでなどおりませぬ。ただ呆れ半分驚き半分といったところで、よくもまああんな奇策を思いついたものですな。そんな我々のような正義の味方が他に何人もいるような言い方を。まさかいるとおっしゃるか。
なんと、展開とはまっこと不思議なところ。こらこら、そこな子供たち。明け課長をそうバカにするものではないぞ。明け課長はムネムネ団の悪い作戦を見抜く仕事をしているのだ。彼女がいるからこそ他の2人はしっかり戦うことができるのだぞ。まさか課長仮面が負けるもの。主。ですが、あの言われようは。少々大人げのうございました。ああして正義を志す若者が増えればよいのですが。無論です。我らの行いに感じるものが増えたなら、きっと国には正義が満ちましょう。して、主、杯は？なら、それで構いませぬ。そしてぶつかり合う正義に若人は正義は一つではないことに気づき挫折し、そこに現れた課長仮面の愛の手ほどきで少年は子供から真の大人へと。失敬な、そこまで飢えてなどおりませぬ。もっとも主が飢えさせる気ならそうなってしまうやもしれませぬが。うぶなわらべでもあるまいに。屋根の上ですよ。誰も見てなどおりませぬ。それとも主は私との関係を誰かに見られては恥ずかしい関係とおっしゃるか？なら言わせておけばよろしい。堂々としていれば案外誰も何も言わぬもの。まったく床の上ではあれだけ手慣れておるというのに、
こういうところでそのように振る舞うのは卑怯というものですぞ。そうそう。これだけの美人をはべらせているのですから、胸を張っていなされ。主が枕元で囁いてくれるなら、わざわざ自分で言うたりいたしませぬ。さ、主、杯をどうぞ。無論です。はい？何がです？己の行いに義はあったのかと？やれやれ。我が主の目がそこまで節穴だとは思いませなんだ。我らと警備隊のいさかいを見事に収めたかと思えば、そのようなくだらぬことで悩んでおられる。我らが真に正義だったかなど、遥かな未来、この戦記の顛末を紐解いた批評家にでも任せておけばよろしい。今の我らの正義、我らだけの正義は、今、この目の前にありましょうぞ。それとも、誰とも知れぬ批評家に遠慮して、主はこの先に控えた大戦を放棄なさると、この町の民草から笑顔を奪うとおっしゃるか？何ですと？天の世界とは、この世界の未来だと？にわかには信じがたい言葉ですな。ならば、証拠を見せてくだされ。例えば、主の知っている超支流の活躍を一つお聞かせ願いたい。大活躍しておりませぬか？あいやまたれい。当家様のことは、まさか、主と当家様の子ということですかな？なんだ。そのような歴史を知っていたところで、さして役には立ちませぬよ。首里の八百一本の方が、まだしも物の役に立つ。そうですな。どちらかといえば、主の小種を宿した私が、敵陣の中を短期で駆け抜けて無事生還した。という方が、まだしもそれらしい。主の知っている歴史など、所詮はその程度、ということですよ。天の知識は確かに貴重だが、それが主の価値を決めるものではない。うぬぼれるな、本郷勝人。首
首里もひなりも我らと同じ大志を抱いた一角の勇士。たとえ主に見出されずとも己が力で必ず世に出たことでしょう。たとえ何年かかろうとも孫権や曹操の部下であったとしても。ならばなぜにパイレン殿は霊派に敗れました？主の知る歴史とやらが役に立つのなら、それも主は知っていたのではありませぬか？パイレン殿の客商であったあの頃、なぜそれをパイレン殿に告げますなんだ？我らと交わした杯も重ねた体も、私や皆のこの思いも主の知る歴史の通りだと？誰かの書いた歴史の通りに進んでいるとそうおっしゃるか？主が批評家を気取る歴史には主はおらず、私も主の子をはらまない。主にとっては大切な歴史かもしれませぬが、我らにとってはそんな歴史ただの絵空事にしか過ぎませぬ。それこそ我々には預かり知らぬこと。遅れてきた者になど好きに言わせておけばよろしい。他国は我々のことを快く思っていないでしょう。それどころかこの国の中でさえこの私を快く思わぬ者がいる。その相手だけで手一杯なのに、そんな一生顔を合わせることもない輩の顔色まで伺ってはおれませぬ。天が落ちることを恐れていては街は歩けませぬよ。当然です。私らしくなくして何の超支流でしょうや。だから主も胸を張ってくださる。天の知識やまがいものの歴史になどすがらずとも、我らの主はもはやあなたしかいないのですから。そうでなくては困ります。当家様もこの国も主を支えとしておるのです。その主がふらついていては我らは命を落とすことができませぬ。かけているのですよ、我々は。この身も愛も魂も全てをあなたにかけている。それは愛者や首里も同じでしょう。それに全て答えろとは言いませぬ。ですが忘れずにいてくださる。さすればたとえ戦場に屍を晒すとも、心だけはあなたと共にいることができる。主のご命令とあらば冥府の番人すら打ち倒してご覧に入れましょうぞ。おや、少しは精進なさいましたな、主。少々酔ってしまったようです。もう少しだけ胸を貸していただいて構いませぬか？